こんにちは、とうこママです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は皆様に大切な報告があります。一日の最後に飲む大好きなビールを控えていたり、いつもと違う様子に気がついていた方も多かったと思います。この度6人目の赤ちゃんを授かりました。予定日は夏頃で4年ぶりの出産となります。久しぶりの妊婦生活にちょっとドキドキしつつも毎日楽しく過ごしています。5人の子育てや仕事をしながらの妊婦生活は自分が妊婦であることも忘れるぐらい毎日バタバタと過ごしています。家族みんなで赤ちゃんを迎える準備をしているところで、子どもたちも赤ちゃんを楽しみにしてくれていて本当に嬉しいです。私が主催するお料理教室ひらり家のキッチンサロンのサロン生さんと YouTube メンバーシップのメンバーさんには事前に妊娠の報告をさせていただきました。料理サロンとメンバーシップのお料理教室は産後も今まで通り継続させていただきます。産後1ヶ月間は体調を考え動画での配信となりますことをご了承ください。朝のお弁当作りライブも産後の体調が戻ったら再開させてもらう予定です。こちらの YouTube では引き続き我が家の日常のご飯作りをお届けしていきます。お腹がだんだんと大きくなってきてはーっとため息をついているところも映っているかもしれませんが、どうぞこれからも応援よろしくお願いします。さて、平日の夕方6時、晩ご飯の準備を始めます。今日の晩ご飯はスナップエンドウや新玉ねぎ、春キャベツ、ホタルイカなど旬の食材を取り入れた晩ご飯を作ります。スナップエンドウはさっと塩茹で、塩昆布を使った簡単な副菜を作ります。余熱を取っておきましょう。絵の具いいけど他のとこつけないでよ。子どもたちが大好きなマカロニサラダも晩ご飯の一品にします。春の今頃はちょうどアサリの季節。アサリが安く手に入ります。塩水で砂抜きをしておきました。今が旬のアサリと新玉ねぎのお味噌汁です。酒と昆布を入れて火にかけてアサリが開くのを待ちましょう。マカロニが茹で上がりました。スナップエンドウの塩昆布和えを作ります。シャキッとした食感のスナップエンドウは私が大好きな野菜の一つ。サラダにナムル、和え物、どんな料理にしても美味しいです。シャキッと茹でたスナップエンドウに塩昆布、酢、ごま油を加えてさっと和えるだけ。素材の甘みと塩昆布のうまみ、ごま油の香ばしさが絶妙にマッチして、あと一品欲しい時にぴったりです。アクが出たので取り除いておきましょう。アサリをずっと煮ていると身が硬くなるので一度取り出します。ここに今が旬の新玉ねぎを加えて柔らかくなるまで煮ていきます。
マカロニサラダを仕上げてしまいましょう。お弁当にも夕ご飯のもう一品にもぴったりな定番サラダ。手に入りやすい材料で手軽に作れるのも嬉しいポイント。朝作ったゆで卵があったのでこれも使います。サラダの中に少し崩れたゆで卵もまた美味しいですよね。ざっくりと切っていきます。ハムの塩気と旨味がマカロニサラダの味を引き立ててくれます。こんなん書いたの？あららららららら、上手。ね、書いたの？ピカチュウか。上手じゃない。上手ってなんだっけ？つるんとしたマカロニにシャキシャキのきゅうり、優しい味のハム、そしてゆで卵。たっぷり作ってもいつもみんな競って食べるマカロニサラダ。マヨネーズに酢を少し、粒マスタード、塩、砂糖を少し入れて甘くしてあげると美味しいです。ちゃんとさ、紙の上でやってね。いい？他のとこつけないでよ。具材がちょうどよく混ざり合って優しい味に仕上がりました。どこか懐かしくてほっとするようなそんなマカロニサラダの完成です。俺使ったんだね。今が旬のホタルイカを使ってホタルイカとわかめの酢味噌和えを作ります。シャキッと美味しい塩蔵わかめは水で戻しておきます。酢味噌は自家製の万能味噌に酢を加えて作ります。自家製の万能味噌は西京味噌に酒やみりんを加えて作ったもの。多めに作って冷蔵庫に入れておくと何かと便利です。西京味噌はもともと甘めなので酢との相性はとてもいいです。わかめは食べやすいサイズにカットして盛り付けます。ホタルイカは目や口を除いてから盛り付けます。面倒だったので娘にお願いしました。多少残っていますが、まあよしとしましょう。最後は冷蔵庫に残っていた野菜と豚こま肉で野菜炒めを作ります。今日何？今日野菜炒めだよ。何味がいいかな？塩味。オイスターがオイスターオイスターオイスター。味がいい？うん。オッケー。ごまとか入れたら美味しいの？ごま？ごま入れてもいいんじゃない？ごま入れて。ごま入れてほしいの？ごま風がいい。ごま風？息子の希望でオイスターソース味のごま風味の野菜炒めを作ります。使う野菜は春キャベツにネギ、しめじ、エリンギ、人参。冷蔵庫に入っている野菜なら何でも OK。豚こま肉は食べやすいサイズに切って塩コショウで下味をつけておきます。
片栗粉をまぶします。さて、豚肉から炒めていきましょう。何このあさりみたいな。今日あさりのお味噌汁。なんで外に出してんの？戻そうここに。ずっと煮てるとさ、あさり硬くなっちゃうから。うん。だから一回。硬くなるの？これイメージだと柔らかくなると思った。そう、あさりをね、ずっと鍋に入れたら硬くなるから一回取り出したの。調味料を合わせておきます。オイスターソースに醤油、酒、鶏ガラスープ、水と片栗粉も加えました。はいよ使ってるじゃないか。もうご飯にするからね。全然片付けて。あさりと新玉ねぎのお味噌汁の味噌も研いでおきましょう。肉に火が通ったら炒まりにくい野菜から加えていきます。残りの野菜を加えたらさっと炒めます。息子希望のオイスター味の調味料、最後に白ごまとごま油を加えてごま風味に仕上げました。普段の晩ご飯の調味料はその場で考えて合わせて作ることが多いです。肉や野菜の量でも変わるので、きっちりとした分量を出せてない時も多いので、参考程度に見てもらえると嬉しいです。春の味わいがぎゅっと詰まったあさりと新玉ねぎの味噌汁。あさりと昆布のうまみに新玉ねぎの優しい甘さが加わって、体の芯までじんわりと温まるような優しいお味噌汁です。はい、ご飯だよ。これおいしそう？マカロニサラダだよ。プリ。さあ、みんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。はい、取ってあげるからまず一番に持って。ママこれ超美味しい。スナペンド？これ全部シャキシャキ。今日野菜炒めごま入ってるからね。希望通りごまを入れました。ごまとごま油いっぱい取ってね。キャベツ。今の季節しか食べれないからね。春しか。野菜炒めうまい。野菜炒めうまい。野菜炒め美味しい？美味しい？まだおかわりもしてない。最後そんなにいっぱいじゃなかった。美味しいよ、あさりの味噌汁。あさりと今日ね、新玉ねぎ入ってるの。新玉ねぎ。トロトロ。玉ねぎと新玉ねぎ違うの？春に取れるのは新玉ねぎ甘いんだよ。春キャベツ？キャベツは春キャベツ。じゃあこれ全部もらいます。美味しい。全部？これ卵だよ。黄身。一番うまいのはシムンだよ。一番美味しいのはね、これかな。一番美味しいのはこれかな。
マカロニサラダ入れてあげて。最後までご視聴ありがとうございました。ひらり家のご飯公式 LINE からパラパラチャーハンの作り方など無料動画を3本プレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてね。また次の動画でお会いしましょう。